こんにちは、スパオです。今回はみんな大好きマニアック企画、東京都内で行列必至なパン屋さんを厳選に厳選して6店舗ご紹介したいと思います。これにあたってインスタグラムでのおすすめパン屋さんのアンケートにご回答いただいた方々、ありがとうございました。知っているお店も知らなかったお店も本当に新しくて美味しい発見がたくさんありました。今回の動画を通じて皆様のパンライフが少しでも楽しくなったら嬉しいです。では参りましょう。どうぞ。はい、まず一つ目がコムン東京。早速名店中の名店が登場です。私もピックアップしていたんですが、インスタでも最多投票をいただいたのが東京自由が丘の近く九本臼にお店を構えるコムンさんです。パンの世界大会モンディアル・デュ・パン、サッカーで言えばワールドカップ的な大会において日本人初の総合優勝を果たして世界一となった大沢秀一さんが手掛ける至極のパンの数々に酔いしれることができます。というか最近のニュースを見ていたら、大沢シェフ率いるこの日本チーム、なんと2023年の大会も制して大会史上初の連覇を達成されたものすんごい人なんです。いわばそんな世界一のパン職人のパンをこの東京で食べることができます。これはもう行くっきゃないです。私たちがお店に着いたのが朝の8時前だったんですが、こんなに早い時間にもかかわらず店内外には多くのお客様がいらっしゃいました。この店内に美しく並べられたパンのディスプレイの中から食べたいパンを注文します。1日を通じて約100種類ほどのパンが並ぶそうなんですが、もうどれも美味しそうすぎてもう過去一に悩めました。そんな中でもコムンさんに来たらまず買わなきゃいけないのがこのバケット。お店を代表するパンです。このクープと呼ばれる切り込みの部分、これが焼き上がった後に綺麗に開いてエッジが立っているかが良いバケットの一つの特徴とも言われるんですが、焼き上がりとっても綺麗ですよね。このエッジが立っているとちょっとハードな感じに見えるかもしれませんが、見た目からは想像できないほどにもっちり食感。ハードなクラストにもっちり弾力のあるクラム、こちらを噛んでいるとまさに小麦の香りと甘みがじわじわと出てきます。これ本当に美味しいです。そしてこの他に気になったのがケークブリオッシュ。ブリオッシュは卵やバターをふんだんに使ったリッチな菓子パンの総称で、コムンさんではそれをケーキ状に成形してトッピングもたっぷりなさらにリッチなブリオッシュに仕上げています。これ一口食べて純粋にうまって声が出たんですよね。生地がふんわりしっとりとしていて、もう一生食べていられそうです。上にこれでもかとくるみもトッピングされていて、カリッとした食感がとってもいいアクセント。これはもう24時間365日いつ食べても美味しいパンです。続いてがコーネクリーム。これ店内で前に並んでいた方が全員頼んでいたので思わず買ってしまったパンなんですが、これがまた最高に美味しい。注文が入ってからクリームを絞っているようなんですが、フルーティーな酸味を感じるさっぱりとしたクリームにパリパリ食感でありながら少し噛み応えのあるパイ生地のような生地が最高です。これはもう頼んだ方がいいです。コムンさんでは本日のクリームパンという人気商品があるように、この自家製のクリームがとにかく美味しくて、聞くとこの自家製クリーム日替わりで変わるみたいです。しかもパンによって数種類のクリームを使っているほどのこだわりぶりなので、コムンさん行ったら絶対クリーム系のパン買っておいた方がいいです。余談なんですが、店内外含め待っているお客様がとても多いお店だったんですが、みんないい顔して並んでいるのが印象的でした。美しくディスプレイされたパンの数々が目の前にあると、もちろんそれだけでもにやけてしまうんですが、コムンさんはこのパンの注文を受けるスタッフの方とお会計をしていただく方、この方々の接客がとても素敵だったのも印象的です。もちろん他のお店も気持ちのいい接客をいただいたんですが、特にコムンさんは際立っていて、今回娘を抱きながらお会計をしていたら、お嬢様おいくつなんですかとか、大きくなられたらまたいろいろなパンに会いに来てくださいね的なことをお話しいただいて、とっても素敵だなって思ったんですよね。私たちの前の方にも同様に楽しそうにお話しされていました。美味しいパンをゲットして素敵な接客もいただいて、単純に朝からとってもいい気分になりました。この目に見えない部分がこのお店のもう一つのスペシャリテであって、素敵なパンにも素敵な接客にも出会える人気の理由がわかるお店でした。
はい、続いてが片目ベーカリー。東京代々木上原の住宅街にお店を構える人気店です。これもインスタで多くの方にお勧めいただきました。まさにこの代々木上原の地域の人に愛される街のパン屋さんという印象もある、この地域の人にとっては切っても切れないお店です。というのも、今回紹介したパン屋さんの中でも100円台のパンが多かったりと、とにかくリーズナブルな商品が多いのも魅力の一つです。片根ベーカリーの人気商品もいっぱいあるんですが、おすすめしたいのが注文を受けてから作るサンドイッチ。今回は店員さんおすすめのコンテと自家製ハムのサンドイッチを注文しました。外に3つほどテーブルと椅子が置いてあったので、ここでいただきます。バケットとバター、そしてハムにコンテチーズと、とてもシンプルな組み合わせなんですが、ハード系のクラストと噛み応えはありつつも柔らかめのクラムのコントラストが見事です。そしてこの自家製ハムが最高に美味しくて、薄めなんですけど結構大きくカットしてあって、どこを食べてもハムに出会えます。薄い割に存在感がすごくって、程よく香るスパイスの風味も感じました。しっとり食感も美味しかったです。そしてもう一つおすすめしたいのがクロワッサン。外側がすっごいパリパリです。片根さんのクロワッサンは香りだけではない、舌で感じるバター感も感じます。そして今回外でコーヒーと一緒に食べたんですけど、アイスコーヒーがすごい美味しかったです。紅茶みたいな澄んだような香りもあって、渋みも控えめ、めちゃフルーティーな酸味でパンとの相性抜群でした。というのも、この片根ベーカリーさんはお店の地下がカフェになっていて、焼きたてのパンと一緒に美味しいコーヒーを楽しむことができるんです。これも余談なんですけど、ベビーカー店内に入るスペースなかったので、娘と一緒に外で待っていたんですけど、ランニングを終えた素敵なカップルの方にお声掛けいただいて、バインミーがすごい美味しいよって教えてくれたんです。あいにく私がお店に行った時にはまだ販売されていなかったみたいで、11時半頃からの販売だったようなんですが、次回訪れた際はぜひ食べてみたいですね。しかもそのカップルの2人、現金持っていなかった私たちを気遣っていただいて、PayPay で返していただければ代わりに払いますよっていう感激するようなお言葉もかけていただきました。コムンさんもそうなんですが、素敵なパン屋さんには素敵な方々が集うんですね。間違いないです。しかも別れ際には良い週末をって去っていかれました。そんな素敵な思い出ができた素敵なパン屋さんでした。はい、続いてがアマムダコタン。今回最も行列ができていた超人気店です。見てください、この行列。お店自体は路地にあるんですが、その路地通り越して大通りの青山通りまで飛び出していて、行列がパート1、2、3とまさかの3部構成。空いていれば1時間ほど、混雑時は2時間近く並ぶ日もざらにあるディズニーランド級の超人気店です。その理由がこの異世界のような店内のディスプレイと見たことがないパンの数々。このアマムダコタン、元は福岡市内のヒラコンシェという人気レストランの平子シェフが地元のパン屋さんとコラボして2018年に福岡市内に出したお店で、オープン当初から行列ができた超人気店。その後2021年に東京進出を果たして、オープン以来行列が絶えないお店として東京中、日本中からパン好きが集まる名店になりました。ちなみに渋谷と中目黒にお店がある人気ドーナツ店アイムドーナツは、この平子シェフが手掛ける姉妹店的なお店です。全てを行列店にさせるなんてすごい腕前とセンスの方ですよね。今回我が家はおまかせセット M という人気のパンが8種類入ったセットをゲットしました。1つ目が惣菜パンのダコタンバーガー。自家製サルシッチャ、生ソーセージと一緒に季節のグリル野菜がたっぷり入った人気ナンバーワンのサンド。サルシッチャは日本でいうソーセージとちょっと雰囲気が違っていて、つくねみたいなひき肉がゴロッと入った食べ応えのある食感で、そこにハーブがたっぷり練り込まれていて、私はこれワイン飲まずにはいられませんでした。このサルシッチャ超美味しいんですけど、肉厚で甘みたっぷりのかぼちゃのグリル、シャキシャキ食感でかすかな酸味が食欲そそる紫キャベツのマリネと、もう口の中超忙しいです。パンも表面にいろいろな種類の雑穀がトッピングしてあって、柔らかくもありつつも弾力もあって、これがまた美味しい。これはもう人気の理由が分かりますね。ちなみに言っておきますが、赤ワインとの相性は最高でした。
惣菜パンのもう一つが4種チーズと蜂蜜のクロックムッシュ。クワトロフォルマッジみたいな名前で4種類のチーズが乗ったピザってあるじゃないですか。あれをパンでやりつつ、より美味しさがブーストするようなアレンジを加えたとんでもないパンです。ハムの代わりにグラタンソースがかかっているんですが、これが超絶美味しい。使われているチーズはチェダーにゴーダ、ゴルゴンゾーラにグラナパダーノといった個性豊かな面々、そしてゴルゴンゾーラと相性のいい蜂蜜を上にかけていて、チーズの旨味とグラタンソースのコクと素晴らしい化学反応が起きています。グラタンソースがまた美味しいんです。ちなみにこちらも赤ワイン案件です。続いてがバケットタイプ、明太ペペロンチーノのバケットです。ガーリックトーストベースに明太子バターをたっぷりと練り込んだ、これまたすごいバケット。明太バターとかってパン屋さんで見かけると思うんですけど、あれって表面にチャラッと塗ってあるくらいじゃないですか。このパン見てください。割ると中からもはや絞ったレベルの明太子がドバーって出てきます。これ音声入っていないんですけど、裏ではやばいやばいって叫んでます。ガーリックも風味よく香るのでペペロンチーノっぽさ感じますね。そしてバケットも地味に美味しい。これもビールか赤ワイン必須です。続いてがリスティック、ホワイトチョコのエスプレッソだと思います。人工的なコーヒーみたいな感じではなく、豆に近いような香ばしいコーヒーの香りを感じます。これもクラストとクラムの対比が素晴らしく奥深い味でした。はい、続いてが菓子パンです。キャラメルナッツとエスプレッソのデニッシュロール。公式サイトを見ているとナッツが見当たらなかったのでちょっと違う気もするんですが、香ばしい焦がしたキャラメルのような香りがしたデニッシュパンでした。パッと見分かりづらいんですけど、この底の方がクイニーアマンみたいにキャラメルのカリッとしたところもあって食感でも楽しめました。続いてがスコーンです。スコーンのようなマフィンのようなプレーンな感じとしっとりさを合わせ持った不思議な焼き菓子が入っていました。おそらくスコーンと呼んでいい気がするんですが、小麦とバターの風味をシンプルに感じられる朝食にぴったりな一品です。これはコーヒーに合わせたいですね。続いてがくるみとフィグのブレッド的なものです。これもホームページに載っていなかったと思うんですけど、これがまた美味しかった。全粒粉のようなライ麦粉のような香ばしさとちょっとした酸味もあるようなパンの中にイチジクとくるみがたっぷり入っていて、よく見たらグリーンレーズンも入っていました。こういうイチジクとナッツ系のパン大好きなんですよね。これはもっと食べたいってなりました。最後がサステナブレッドと呼ばれるバナナとチョコとボストック。チョコブレッドにダマンド生地とバナナを乗せ焼き上げたチョコレートとバナナの食感を味わえるケーキのような見た目のパンです。このボストックというのが卵とバターをたっぷり使ったフランスでいうお菓子、菓子パンのようなもので、ダマンドはアーモンドクリームを指します。下の方がダークチョコ組のチョコブレッドで、サイドと底の方がカリッと食感になっています。その上にはダマンド生地とカットされたバナナが乗っていて、ナッティーな風味とバナナの果肉感が絶妙なバランスです。ちなみに妻はこれが一番気に入っていたようです。この素晴らしいパンをゲットするのに2時間も並ぶのしんどいなって思ったそこのあなた、並ばなくても買える裏技があるんです。なんとこのお店、事前にネットで予約ができて、しかも並ばずに買えちゃうんです。今回私たちはおまかせ M という人気のパンが8種類入ったセットを頼んだんですけど、お好きなパンバラからでも選べます。お店に行く前日、しかも早いうちにショップのサイトで予約をして、翌日12時から18時の間で時間指定をすれば、あとはその時間に行列をスルーして店頭に向かうだけ。なんだか申し訳ないくらいにスムーズにゲットできます。一応当日の10時までであれば予約ができるみたいなんですけど、ほとんど完売しているはずなので、どうしても欲しいパンがある場合は前日の10時か11時くらいにはオンラインサイトをチェックした方がいいです。娘と一緒に長時間並んだり待機するのもしんどかったので、これはありがたかったです。ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、4店舗目が S 五十嵐。こちらもインスタのアンケートで多くのおすすめをいただいた東京都現代美術館のある木場公園の近くにお店を構える、こちらも超がつく人気店。ここ注意なのがめちゃめちゃ人気のお店なので整理券が必要です。オンラインで
当日の9時から整理券をゲットできるので、行くぞって決めた日には事前にオンラインで整理券を取っておくことを絶対にお勧めします。今回私たちそれを知らずに普通に店頭に行ったら、その時点で50番台、待つこと50分、順番が来たらお店の列の最後尾に並んで、店員さんに番号の書いてある整理券の画面を見せたら OK です。この店では小麦はもちろん発酵バターや生クリーム、その他の原材料も国産のものを使うことにこだわっていらっしゃって、地方の個性のある食材や、また季節に合わせて酵母の種類を変えたり、旬のフルーツを使った酵母でパンを作るなど、日本の食材の特徴を最大限に引き出したような素敵なパンを作っていらっしゃいます。そんな S 五十嵐さんで最初に選んだのがクロワッサン。まず味の前に、この断面めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。クロワッサンって発酵の温度管理だったり、折り込む時のバターの温度とか、作る上で気をつけないといけないポイントが無数にあるんですけど、それらの全てがうまくいくと、いわゆる蜂の巣とも言われる均一な綺麗な断面になると聞いたことがあるんですけど、 S 五十嵐さんのクロワッサンはまさにこれらを体現しているんじゃないでしょうか。今回紹介するクロワッサンの中で一番バター感を感じました。これベースの生地に混ぜる時のバターと、生地を折り込んでいく時に使うバターを分けているそうです。これはもう納得の風味です。そして焼き上がりの表面にシロップを塗っているそうで、これのおかげでこの食感と照りが出るようです。そしてこの特徴的なつるんとした表面なんですけど、これは折り込んだ生地の最後にもう一枚別で生地を重ねて焼いているからだそうで、これのおかげでつるっとした見た目とバリバリ食感の生地につながっているようです。バターの香りもしっかりですが、個人的にはこの生地の食感に恋に落ちましたね。パリッもちギュッって感じで食感で楽しめるクロワッサンは私初めてでした。続いてがクロフィンのピスタチオ。おすすめを伺ったら、今インスタでも人気で味もピカイチとのことで、こちらをゲットです。クロワッサン生地をマフィンのように仕立てたもので、クロワッサンとマフィンでクロフィンだそうです。シトロンとも迷ったんですけど、今回はピスタチオにしました。可愛い形のクロワッサンの頂上にホールのままのピスタチオとドライのフランボワーズのような甘酸っぱいチップが乗っています。見た目も素敵ですね。断面を見てみると、中からピスタチオクリームがとろっと出てきました。生地は表面に砂糖がまぶしてあって、バターのおかげか噛むとじゅわっとするような食感です。そこにもったりとしたクリームが絡んできて最高に美味です。これはシトロンも買えばよかったなって後悔しました。そして友人が惣菜パンも美味しいと教えてくれたので、こちらのサラミとレンコンが乗ったタルティーヌのようなパンをゲットしました。すみません、名前忘れました。そしてこれがえげつないほど美味しかったです。まずもってサラミとレンコンの組み合わせって私多分初めてだったんですけど、この相性がべらぼうにいいです。サラミの塩気とうまみ、肉感にレンコンのシャープなシャキッと食感が加わるだけで、もう勝負ありって感じですね。パンはライ麦のカンパーニュのような感じで香ばしさも立っていましたね。これは季節限定メニューっぽいので通年ある感じではなさそうですけど、残っていたらぜひゲットしたい一品です。はい、5つ目がビロンです。めちゃめちゃ外資っぽい入れ立ちのお店なんですけど、これ海外にはビロンという名のパン屋さんはなく、フランスの名店を渡り歩いたオーナーの方が、フランスのパン、特にこのビロンという製粉メーカーで作ったバケットが出す美味しさを知ってほしいという思いでオープンされた、丸の内と渋谷にお店を構えるパン好きには知らない人はいない超有名店です。ちなみに丸の内店ではまさにフランスを思わせるような通りに面したテラス席も完備されていて、本格的なフレンチディナーやランチも味わえます。土日に行ったらほぼ満員です。そしてビロンといえばオープンのきっかけにもなったとされるバケットが見逃せません。いくつか種類がある中でまず食べるべきなのがバケットレトロドール。フランス産小麦のレトロドールという品種を使っていて、日本に数多くあるバケットの中でも特に本場フランスらしさを味わえる一品として海外の方にも人気のようです。このバケットの逸話として、日本にこの粉を取り寄せたはいいものの、日本の軟水では全然うまくいかず、結局行き着いたのが蝶がつく香水のコントレックス。現地フランスも香水なので、その土地に合ったお水を使うことでこの小麦の味を引き出すことに成功しました。
ビロンのバケットはとにかく濃いんです。旨味が濃い、香りも濃い、力強さを感じるような小麦感満載のバケットと言ってもいいでしょう。メゾンカイザーのバケットモンジェも大好きなんですが、なんというかいい意味で荒々しい感じがしますね。ここまで個性のあるバケットかなり珍しいんですけど、この濃さにパン好きは惹かれるんじゃないかなって思います。そして菓子パンとして人気なのがクイニーアマン。酪農が盛んなブルターニュ地方発祥の菓子パンというか焼き菓子で、バターと砂糖をふんだんに使った伝統的な一品です。ビロンのクイニーアマンの特徴は、側面もバッチリキャラメリゼされた黒めな見た目。天面パリッと一般的なように感じるんですが、ビロンのは側面もパリッとしています。見た目の割に焦げているというか苦いなんてことはなくて、程よくビターなキャラメル感とバターの濃厚さが際立っています。全体的に食べ応え十分といった感じで、表面のバリバリ具合と中のサクサク度も、これは歴代食べたクイニーアマンの中ではトップクラスです。そしてもう一つおすすめとして教えていただいたのがこちらのショーソン・オ・ポム。いわゆるアップルパイで、ショーソンはスリッパ、ポムはリンゴを指すフランス語です。結構存在感のあるバリバリ食感のパイ生地の中からシナモンをまとったリンゴが出てきます。見ていただいている通り、表面の焼き色がしっかりとついているせいか、結構香ばしめの生地感で、温めて食べるとより顕著に風味を感じます。中のリンゴのフィリングはシナモンの程度が絶妙で、甘くしすぎずリンゴの風味を感じられます。全体のフィリングの量は極端に多いわけではないので、これは生地を楽しむべきアップルパイでしょう。ビロンはとにかくバケットが有名なお店なんですけど、その他の菓子パンもフランスの風を感じるような名品揃い。こちらのお店、東京駅の丸の内口から歩いて5分ほどで着くので、地方の方も東京駅にお越しの際はぜひ候補に入れてみてくださいね。はい、今回最後にご紹介するのがベーグルスタンダード。ニューヨークスタイルのベーグルやベーグルサンドを買うことができる地元でも人気のお店です。昼過ぎには売り切れになるものも多いそうで、人気のほどが伺えます。このベーグルスタンダードさんのベーグルは、本場ニューヨークの味でありながらも原材料に極力添加物を使わない自然派ベーグルを謳っているのも魅力の一つ。商品ポップには有機ジャスマークがついているものもあったりするなど、味だけでなく健康志向の方にも支持されています。プレーンやエブリシングといったそのままのベーグルも美味しいんですけど、今回おすすめしたいのがこちらのベーグルサンド。まずは定番ともいえるスモークサーモン&クリームチーズ、お店の一番人気です。むっちり食感のベーグルに間違いない組み合わせのサーモン&クリームチーズ。このがっちりもっちり食感のベーグルたまらんですね。これ一応ハーフサイズなんですけど、これだけでもお腹いっぱいになりそうなボリューム感と生地の質感です。そしてこのベーグルサンド、なんかやけにさっぱりするなと思ったら、中にグレープフルーツが入っていました。この酸味とほろ苦さがベリーグッドです。この一工夫憎いですね。そして個人的一押しがハニーマスタードチキン。マスタードの他にいろいろなハーブもまぶしてあって、チキンも細かく裂いてあるのでガブッと食べやすくめちゃめちゃ美味しいです。トマトがいい味出してるんです。程よく甘いチキンの味にもっちりベーグル最高にマッチします。昼過ぎに行くとショーケースにあるのはまばらなんですが、他のお客さんの様子を見ているとないものでも頼むと作ってくれるようです。お店の前にはベンチが2つあるので、お店を見ながら買ったベーグルを食べるのもおすすめです。そして私たち今回気づかなかったんですけど、すぐ食べる場合はその場でベーグルを温めてもくれるみたいです。このお店少し駅からは離れるんですが、目黒川の桜並木沿いをお散歩する際や、目黒近辺は美術館も多いので、芸術の秋を堪能した帰りに美味しいベーグルサンドで締めるのはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。本当は紹介したいお店まだまだあるんですが、今回はこちらの6店舗をセレクトしてみました。皆様行ったことあるお店は出てきましたでしょうか。どのお店も素晴らしかったんですが、現時点でもう一度食べたいなって思ってしまうのはアマムダコタンのダコタンバーガーとエスイガラシのクロワッサンですかね。今までの既成概念が軽々と吹き飛ぶような珠玉のパンでした。東京にはとにかくパンのお店が多いので、ご覧いただいている皆様もきっと自分のお気に入りのお店があると思います。
特にこのマニアック企画は皆様のマニアック度、食の情熱を解放する場でもあってほしいので、ぜひその熱い思いをおすすめのパン屋さん情報をコメント欄でぶつけてくださいね。お待ちしております。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパートでも日々情報発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。